もう育てなくて OK。 今日買ったフライパンでツルツル、令和最新鉄のフライパンの使い方紹介します。お疲れ様です。料理研究家ひろです。鉄のフライパンを使ってみたいと思うけど難しそう、めんどくさそうって思ってませんか？実はですね、鉄のフライパンは僕の使い方をしてもらえれば超簡単、初日からツルツルで使えます。くず野菜もいらないし大量の油も使いません。なので育てる必要が全くいらないんです。それでは今日の目次ですね。まず1つ目、鉄のフライパンを買ってきたらまずやること。2つ目はツルツルに使える裏技ですね。3つ目は Q&A です。僕はですね、過去に鉄のフライパン動画でバズってるんですが、そこにですね、最新の情報をプラスして新品の鉄のフライパン使って解説していきたいなと思います。鉄のフライパンはですね、ここにやっぱ錆びないようにウレタン塗装がしてあるんですね。これを火で焼き切ってしまいます。こっちのね、今の普通のガスコンロだとどうしてもこのセキュリティっていうかこの安全装置があってどうしてもうまく焼き切れないので、それはですね、カセットコンロを使って焼き切っていきます。まず火つけます。さあですね、このまま乗せてガンガン焼いていきます。実は僕今日これをやるのも十何年ぶりで、ちょっと今日うまくいくのかなちょっと不安になってます。ちょっと煙が出てきましたね。でもやっぱこう匂いも出るんで、しっかり換気扇ですね回してやってください。ここでしっかり焼き切っておかないとですね、どうしてもくっつく鉄のフライパンになっちゃうので、しっかりですね熱していきます。だんだんねちょっと色が変わってきたので、ちょっとこうやってコンロの位置をねずらしたりして全体をねまんべんなく焼いていきます。この辺ね色が変わってきましたね。こうやって塗装、錆び止め塗装が取れたところはこのようにちょっとグレーになってきます。なのでこのグレーが全体になるように焼いていきましょう。ですね、ここの底面がしっかり焼けたので、この縁ですね、こういうとこもしっかり焼いていきましょう。これね、今ちょっと試してみたんですけど、インターネットでねよくカセットコンロでやった方がいいよっていうのがあるので、ちょっと僕今試してみたんですけど、実際ちょっとね結構熱くなっちゃって心配だったので、僕としてはですねガスコンロを使ってもらってちょっとずつ焼いてってもらった方がいいかなと思うので、こちらおすすめします。はい、やっと焼けました。全部焼くのにですねだいたい15分ぐらいですねかかりました。でこれがちょっと冷めるまで置いといてから水で洗っていきます。はい、冷めたので金だわしを使ってですね、ちょっと残りのゴミとかきれいに取っていきます。はい、きれいに洗い終えました。これでですね一旦乾かしていきます。はいですね、この残った水気を軽く拭いて、はい、乾きましたね。これでやっと買ってきたらやることおしまいです。お疲れ様でした。次はですね、育てなくてもツルツルに使える裏技シーズニングしていきます。ではまずですね、火をつけてサラダ油入れます。油を広げてちょっとこうやって動かしながらですね、この真ん中もねしっかり温まるように熱していきます。でしっかり全体、フライパン全体が温まって煙が出たら火を消します。でこの油はですねこんな感じで全体に広げていきます。でこれで冷めるまで待ったら OK です。だいたい手で触れるぐらいまで待ちます。はい、ここでポイント解説。油を煙が出るまで熱して冷ます。これが大事なんです。油って熱することによって樹脂化します。でこの樹脂化した油が冷めることによってツルツルのねコーティングが完成するんです。
なので、くず野菜炒めるとか、大量の油がいるとかは、もう全然やらなくて OK です。超簡単じゃないですか。では早速ですね、くっつく代表格、目玉焼きを焼いていきます。はい、それではですね、目玉焼きを使って実際の焼き方やっていきたいなと思います。まずですね、このコーティングに使って余った油はですね、捨てるかこんな感じで拭き取っちゃってください。で、少量で気にならない場合は特に拭き取らなくても大丈夫です。ですね、火をつけて、で、油を入れます。油はですね、何でも調理に使う油は好きなもので OK です。で、この鉄のフライパンはですね、この火が当たってるところはくっつきにくいんですけど、こう温まってないこの中心ですね、ここは物がくっつきやすくなってしまいます。なのでちょっとこんな感じでずらしてですね、しっかり真ん中も温めてあげるとですね、くっつきづらくなるので、これぜひねお試しください。卵入れていきます。では目玉焼き焼けてきたのでちょっと動かしてみますかね。あ、これすごくないですか。これツルツルにですね焼けました。今回ね初回でツルツルに使えたんですけど、こんな感じでちょっとだけねカスみたいなの残っちゃったんですけど、ご覧の通りツルツルで使えました。次はお手入れ紹介していきます。お手入れもですね超簡単です。汚れとかをですねこんな感じで軽くこすって、金だわしでねこんな感じで軽くこすって落としてもらったら、あとは火にかけてこんな感じで乾いたら火を消して、これで完了です。次はですね最新の情報を交えた Q&A 紹介していきます。はい、鉄のフライパンの疑問を全部解決 Q&A コーナー始まります。以前僕がこの出した鉄のフライパンの動画に来ていた質問でも多かったやつに答えていきたいと思います。はい、まずはですね、このコーティングは毎回やらなきゃいけないんですか？ツルツルに使いたい場合は毎回使い始めにコーティングしてみてください。でも毎回大変だよとか野菜炒めとかあんまりくっつきを気にしない料理、この場合はですね特に毎回やらなくても大丈夫です。普通に毎回洗って油入れて使ってもらって、ちょっとくっついてきたかなっていうタイミングでですねもう再度コーティングしてもらえれば OK です。では次の質問ですね。直前にこの工程やらないとダメなんですか？これはですね直前じゃなくても大丈夫です。コーティングして置いといてもらえれば次使う時にはツルツルに使えるので、例えばですね先ほどみたいに使い終わって洗って乾かした後、ここに油入れてもらってコーティングしといて、そのままコンロの上に置いといてもらえれば、次料理する時にはですねもう待ち時間ゼロですぐ調理始めることができます。はい、次の質問いきます。冷ます時間がちょっと長くて待てないんです。そうですね、急いでる時はですね濡れ布巾用意してもらってジューッと冷ます方法、これでもある程度ツルツルで使えます。でもしっかりゆっくり冷ましてもらった方がツルツル度はね上ですね。ではねこれ結構聞きたい質問かなと思います。コーティングの油はオリーブオイルでもいいんですか？オリーブオイルはダメなんです。実は油って種類があって、完成油、半完成油、不完成油の3つに分かれます。このコーティングに適している油はですね半完成油と完成油なんですね。オリーブオイルは実は不完成油に分類されるのでコーティングにはね向かないんです。で、今日はサラダ油を使いました。サラダ油は半完成油なのでちゃんとコーティングできるし安く使えるのでおすすめしています。本当の本当を言うとコーティングには完成油が向いてるんですね。なんですけど価格が高かったりとか独特の匂いがあってちょっと使いづらいので僕はサラダ油で十分だと思ってます。
でもどうしても完成油を使いたいよっていう場合はですね、グレープシードオイル、これが一番おすすめです。でね、これもね結構意外に多かった質問ですね。洗剤で洗っちゃダメなんですか？これね、実はですね、洗剤でね洗っていいんです。やっぱどうしてもゴミとか汚れ気になる場合は洗剤で洗って OK です。洗剤ででも洗うと油完全に取れちゃうので、毎回このコーティングをしてもらうという感じになってます。普通のね鉄のフライパンだと洗剤で洗ったらせっかく育てたフライパンがあってなっちゃうんですけど、今日の僕の方法だったら育てる必要がないので、毎回洗剤で洗ってちゃんとコーティングしてもらえれば毎回ツルツルに使うことができます。じゃあ次ですね、苦手な食材はありますかと。実はですね、これ酸味が強いもの、レモンとか、トマトとかケチャップとかですか、あとは酢とかですかね、これは鉄のフライパン苦手なんです。もちろん調理することはできるんですけど、せっかくこう青白くですね熱して表面をですね黒サビっていうものをつけるんですけど、この酸味系の調味料を使って料理してしまうとですね、この黒サビが取れて完全に鉄色になってしまいます。でこの鉄色になってしまうとですね、赤サビが発生しやすくなるので、酸味系のやつはですね、僕はこんな感じでステンレスのフライパン使って料理してます。では次の質問ですね、油は酸化しないんですか？これはですね気になりますよね。油は酸化します。で今日紹介した方法もよくある方法もですね、油を使えばもう必ず酸化するんですね。で実はですね、揚げ物もスナック菓子とかも揚げてあるものは油酸化しているんです。なのでもう酸化油が気になる場合はやっぱ鉄のフライパンはですねちょっとおすすめできないかなという感じですね。では最後の質問ですね、ちゃんとコーティングしてもくっついてきちゃいましたと。これはですね、実はねちゃんとコーティングしてても鉄のフライパンずっと使い続けてると表面にやっぱゴミとか焦げとかですねがくっついてきちゃいます。でこの裏とかにもですね結構ねゴミついてきてこう熱くなっちゃうんですね。そうするとですね、鉄のフライパンの温まりのムラが出ます。だとやっぱちゃんと油でコーティングしてもくっつきやすくなっちゃうことがあります。その時はですね、もうちょっと大変なんですけど、もうしっかり金回しでこすってもらってこうゴミを落としてもらいます。で裏とかもですね、綺麗にゴミをちょっと削るとかして落としてもらって、また再度コーティングしてもらうとまたツルツルに復活するので、ちょっと手間ですけど汚れてきたらですねしっかりメンテナンスしてもらえれば本当に半永久的にですね使うことができます。さていかがだったでしょうか。こんな感じで鉄のフライパンは超簡単に使うことができます。またですね、今日は結構いろいろおしゃべりさせてもらったんですけど、聞きたいこととか疑問とかありましたらぜひぜひコメントに書いてお知らせください。お答えしていきます。今日の動画でですね、鉄のフライパン仲間が増えてくれたら嬉しいなと思います。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。これちょっとおまけですね。僕実はですね、もう10年以上使ってる鉄のフライパン持ってます。こちらですね。もう結構年季が入ってる感じがしますね。で、これが今日買ってきたフライパンですね。若干なんか色が薄いかなと思うんですけど、別にどっちも性能は一緒で使えています。